ピラミッドの内部にまつわる王の呪いの伝承の起源とオカルト的な伝説や逸話について、最新の研究成果を踏まえて、まず王の呪いについてお話ししていきます。この伝承は、古代エジプトのファラオの墓であるピラミッドの盗掘を試みた者たちによりかかる、恐ろしい呪いの存在を示唆するものです。実際に、20世紀初頭にツタンカーメン王の墓が開封された際、関係者の中に糞が次々と起きたことから、この呪いの存在が一躍世間の注目を集めることとなりました。しかし近年の研究により、この王の呪いは単なる伝承や噂に過ぎず、実在した呪いではなかったという見解が有力となっています。つまり、関係者に起こった不運な出来事は偶然の一致に過ぎず、あくまで迷信に過ぎなかったということです。では、なぜこのような呪いの伝承が生まれたのでしょうか。現在の考古学者たちによれば、その起源は古代エジプト時代の墓掘り当時に遡ると考えられています。当時のエジプトには、ピラミッドや墓室の中に重厚な石造りの扉や通路が数多く存在していました。これらの扉にはしばしば金属製の鍵や錠が取り付けられており、決して簡単に開くことはできませんでした。そのため、盗掘を試みる者は大掛かりな工事を強いられ、その際に石造りの設備が破壊されることも少なくありませんでした。一方、古代エジプト人の間では、ピラミッド内部の通路や部屋には様々な儀式の痕跡が残されていました。考古学的にも、王家の供養品や神官の祭祀の形跡が確認されています。つまり、墓掘りによるピラミッド内部の破壊行為は、単なる財宝の強奪以上の重大な冒涜行為とみなされていたのです。そのため、当時の司祭者階級は、盗掘を試みた者たちに対し、神々の怒りに触れ、呪いを受けるであろうと強く警告していました。彼らにとって、若織は神聖な場所を冒涜する重大な罪悪行為であり、必ず罰が下ると考えられていたのです。こうした信仰心が強かった古代エジプト人の意識を反映して、ピラミッドの中に埋葬された王やファラオの怨霊が、盗掘者に恐ろしい呪いをかけるという伝承が生まれたと推測されています。近年、この王の呪い伝承の起源をさらに裏付ける重要な発見がありました。それは、古代エジプト時代の王家の墓の入り口付近で見つかった、儀式用の小さな祭壇の存在です。この祭壇には、ヒエログリフで書かれた神話の一節が刻まれていました。その内容は、この王がしつらえられた呪文の力によって、侵入者は必ず滅ぼされるというものでした。つまり、王家の墓の中には実在の呪いのようなものが仕掛けられていたという記述が見つかったのです。さらに注目すべきは、この祭壇付近から発見された、劇物入りの小さな壺の存在です。専門家の分析によると、この壺には当時から知られていた猛毒の化合物が含まれていたことが判明しています。おそらくは、侵入者を物理的に殺傷するための毒薬だったと考えられています。つまり、単なる迷信の呪いを信じ込ませるだけでなく、実際に侵入者を毒殺する仕掛けがあったということです。当時の王家の力と、侵入者に対する恐怖心の大きさがうかがえます。こうした発見から考えると、王の呪い伝承は、実在した毒殺の恐怖や、神に対する信仰心の表れだったと推測されています。もちろん、現代の科学的見地から見れば単なる迷信であり非合理的なものですが、当時の人々にとっては恐ろしい現実のものだったのです。さらに、ピラミッド内部に仕掛けられていた可能性のある他の防御設備についても研究が進められています。過去の発掘調査で見つかった不可解な落とし穴の存在などがその一例です。
これらの落とし穴は非常に巧妙な機構で作られていました。ピラミッド内部の重要な通路の途中に見えないトリックが仕掛けられており、一歩間違えれば深い暗渠に落ちてしまうという仕掛けでした。おそらくは盗掘者を物理的に排除するための罠だったと考えられています。このように当時の王家は単に怨霊による恐怖だけでなく、実際の物理的な防御設備を至るところに設置していたようです。つまり盗掘者に対する多重の防衛ラインを構築していたということです。現在の科学的知見からすれば迷信に過ぎませんが、当時の人々にとってはその恐ろしさは現実のものだったことが伺えます。神への畏怖の念と王家の権威を守ろうとする強い意志が、物理的な防御設備と精神的な呪いの両方を生み出したのではないでしょうか。ピラミッド内部にまつわる王の呪いの伝承は単なる迷信ではなく、実在の危険な罠や仕掛けの存在を指し示していたことが分かってきました。さらにピラミッドをめぐるオカルト的な逸話についても、近年の考古学的発見からその実態が次々と解き明かされつつあります。その一つがピラミッドの建設に関わった労働者たちの健康被害について語られた逸話です。この種の逸話は古くからあり、ピラミッド建設の過酷な労働環境下で多くの人命が失われたと言われてきました。しかし近年のピラミッド建設現場の発掘調査から、当時の労働環境がかなり良好であったことが判明してきています。発見された労働者の宿営地からは十分な食料と良質の住居の痕跡が見つかっています。さらに労働者らの健康管理体制も整っていた形跡があります。建設現場近くには医療施設の存在が示唆される遺構が見つかっているのです。おそらく負傷者の手当てや健康管理を行う施設があったと考えられています。このようにピラミッド建設における過酷な労働環境はかなり過小評価されてきた可能性があります。むしろ当時の権力者は一定の労働環境の確保に気を配っていたようです。このことからピラミッド建設で多くの人命が失われたという伝承は根拠の乏しい噂話に過ぎなかった可能性が高まってきました。一方でピラミッド内部の労働者に関する別の逸話も見つかっています。それは建設作業中に労働者たちが恐ろしい出来事に見舞われたというものです。具体的にはピラミッド内部の狭い通路で作業していた労働者たちが突如として光の現象に見舞われ気を失ってしまったというものです。このような現象は建設中のピラミッドの各所で起こっていたと言われています。長らくこの逸話は単なるオカルトの噂話と受け止められてきました。しかし最近この光の現象に一定の科学的根拠があることが分かってきたのです。それは電気石効果と呼ばれる自然現象によるものだと考えられています。ピラミッドの建設に使用された石材の中に電気石と呼ばれる水晶が含まれていたことが発見されています。電気石は物理的な圧力を加えると帯電し、放電現象を引き起こすことが知られています。ピラミッド建設の際、巨大な石材を組み上げる作業では、当然ながら電気石に強い圧力がかかっていたはずです。おそらく、そのような高い圧力下で、電気石が帯電と放電を繰り返していた可能性があります。通路の狭い空間の中で、その放電現象が光の発生となって現れたと考えられています。この仮説が正しければ、一見オカルト的な逸話にも科学的な裏付けがあったということになります。労働者たちは本当に突然の光の発生を目撃し、怯えていたのかもしれません。また、この電気石効果以外にも、
ピラミッド内部で発生する可能性のある自然現象についても研究が進められています。例えば、ピラミッドの石材が一定の放射線を発する可能性も指摘されています。研究によれば、ピラミッドの石材に微量の放射性物質が含まれている可能性があるそうです。それらが自然界の放射線と反応することで、ごく微量の放射線が発生するというのが仮説の一つです。もし本当にピラミッド内部で放射線が発生していたとすれば、それは労働者の健康被害の一因となっていた可能性もあります。現代科学の観点から見れば微量の被曝ですが、当時の人々には説明のつかない不可解な現象だったかもしれません。このように、ピラミッドをめぐるオカルト的な伝説や逸話の裏側には、当時の人々が体験した実在の自然現象があったのかもしれません。むしろそれらを超自然的な出来事と解釈してしまったため、様々な迷信が生まれてしまったのでしょう。私たち現代人の目から見れば、単なる自然現象に過ぎません。しかし、当時の人々にとっては、日常とはかけ離れたミステリアスな出来事だったはずです。オカルト的な伝承が生まれるのも無理はありません。ピラミッドをめぐる伝説や逸話の真相解明が進むことで、古代の人々の体験した実在の事象に迫ることができるかもしれません。それによって、過去の文明を客観的により深く理解することにもつながるでしょう。